道内に鳴り響く起床を告げる鈴の音。ここは曹洞宗の禅の修行道場安泰寺です。朝4時、一日は2時間の座禅から始まります。ただひたすらに座禅する、道元の教えを実践するこの寺は、普段は朝夕に2時間、摂心と呼ばれる修行期間になると1日10時間から15時間の座禅を行います。修行者以外の立ち入りは許されません。安泰寺は日本海にほど近い兵庫県北西部の人里離れた山の中にあります。半世紀前、修行に集中して取り組める場所を求めて京都からこの地に移ってきました。寺の暮らしは自ら田畑を耕す自給自足。煮炊きに使う燃料も近くの山から集めた薪が使われています。年間1800時間の座禅をするという環境に惹かれて、海外から入門する人も少なくありません。修行者のおよそ半数は外国人です。印が黒くなっているのは、あれはそんな修行者たちを指導するのはネルケ無法さん。今年8月まで安泰寺の道長を務めていました。もくもくしてジャングルになってるからですね。まあなんせ梅雨が明けないことには。ネルケさんもまたドイツからこの寺にやってきました。大きいやつをね、はい。道長を務めた20年の間、さまざまな修行者たちと出会ってきました。よろしくお願いします。私座禅組んでますので、どうぞ、足を崩してください。ネルケさんはここでどのような歳月を過ごしてきたのか伺いました。ではよろしくお願いします。お願いします。道長を務めて20年、はい、修行僧の方を見ていて、ネルケさんが何か気づいたことっていうのはありますか？この20年間は、私のもとで出家得度した人はだいたい20人ぐらいですね。1年に1人ぐらい、で半数が海外から来た人、私のように、ドイツとかフランス、イタリア、イギリス、アメリカ人の弟子もいます。で残りの半数は日本人の弟子ですね。で彼らに私が教えているのは、まず一人一人が安泰寺を作るように、私も安泰寺に来て最初に言われたのは、お前が安泰寺を作るんだという一言だったんですね。素直なのは日本人ですね。私の日本人の弟子も大概素直に私の言うことを聞いて、先輩の言うことを聞くんですけれども、
お前が安泰寺を作るんだと言うとちょっと困った顔をしますね、日本人は。それはみんなが協力して作るもんじゃないの、あるいは住職が中心となってトップダウンで作るべきものじゃないかと。で、その性格を私はトマトのような性格と言ってます。絶えず紐で支柱に結ばないと倒れてしまうんですね。自力で立つことはできない。雨にも弱いんですね。この梅雨のような時に毎日のように雨が降ると、病気になってしまうから上から屋根で守らないといけないのがトマトですね。私はよく弟子たちにトマトではなくキュウリのように育ちなさいと言うんですね。キュウリはどうかというと一本の紐があればそれを自ら掴んで自力で登ってくれるんですね。この一本の紐は何かというと仏の教えですね。それに無理やりに結ばれるのではなく自らの道しるべとして掴んでそれに沿って成長してほしいと。いちいち言われたからするんじゃないんですよね。そもそも何のために安泰寺に来たのかと。そういうはっきりした問題意識を持って自分でこの場を作る。で、日本人は残念ながらキュウリよりもトマトに似た人が多いんですね。では海外から来た人はキュウリかというとそうじゃなくてカボチャのタイプが多いんですね。双葉が出た時点ではキュウリとカボチャの苗はそっくりですけれども、間違えてカボチャの苗をキュウリの畝に埋めてしまうと夏になると大変なことになるんですね。なぜかというとカボチャは一本の紐を無視してそこら中につる伸ばして俺がと自己主張ばっかりするんですね。私もかつてそうだったんですね。いつも俺が周りはどうでもいい。下手したら周りの野菜まで殺してしまうのはカボチャですね。もちろん安泰寺の畑でも大事な食材ですけれども、広い畑で1メーター以上ぐらい間隔を空けとかないとカボチャ同士の喧嘩になるんですね。ここではそういうスペースがないからカボチャは困る、トマトでも困る、理想はキュウリですけれども、なかなかキュウリのような弟子は現れてこないのが現実ですね。トマトを無理やりにキュウリにするとかカボチャを無理やりにキュウリにすることはできないと思うんですね。大事なのはまず師匠の実物見本ですね。師匠がキュウリのようなつまり主体的でありながら周りも見渡せて自分を捨てることもできる、そういう実物見本を見せない限りはいくらそれを弟子から要求しても伝わらないんですね。土木仕事や山での作業など全て自分たちの手で行う安泰寺の暮らし。ネルケさんはいつもその先頭に立ってきました。ネルケさんが安泰寺にやってきたのは今から30年前。その原点には少年の頃の体験があります。1968年、当時の西ベルリンで生まれたネルケさん。父は設計士、母は医師でした。キリスト教の牧師であった母方の祖父に「神様は本当にいるの？いるならなぜ目に見えないの？」といつも問いかけるような少年でした。7歳の時、母が乳がんを宣告されます。それからわずか数週間で母はこの世を去りました。7歳の時に母親を亡くして、その頃から考え事をすることが非常に多くなったんですね。学校から家に帰ると部屋にこもって
なぜ自分は生まれてきたんだろう。どうせ死ぬならばなぜ今宿題しなくちゃいけないんだとか、そんなことを父親に聞いたら、勉強しないといい学校には進めないと、大学に行けないよと言われて、じゃあなんで大学に行かなくちゃいけないんだと聞くと、それはゆくゆく仕事をするためであると。ところが毎日仕事に向かっている父親の背中を見ていると、決して嬉しそうに仕事に行っているわけではないんですね。なぜ仕事に行くんだと聞くと、お金を稼ぐためであると。なぜ金を稼がなくちゃいけないんだと聞くと、君たちを養うためだと。だから君も今宿題して、ゆくゆくは大学行っていい仕事見つけて金稼いで素敵な配偶者もらって子供を育てなさいという。でも親父も死んで自分も死んで子供も孫も全部死ぬはずなのに、これに何の意味があるんだと。それを聞いても答えてくれなかったんですね。で一人で部屋にこもってそういう答えの出ないような問いばかりを考えるようになったんですね。で同級生にこういう話をすると、お前変わったやつだと、俺たちはそんなこと今まで考えたこともない、それよりも一緒にサッカーしようよと言うけれども、私はなかなか人生の意味がわからないんだから、サッカーを楽しくしようという気持ちにもなかなかなれなくて、考えても考えてもわからないことをずっと考え続けたんですね。教会の牧師は、これは神様のくださった命だからこれは大事なもんだと言うけれども、ここに今自分が生きているということが素晴らしいだという実感がないわけですね。ですからそこに神様という言葉が出てきても、信じようとかピンとこないですね。なぜ自分が生きらなければいけないのかと。むしろ80歳90歳100歳まで生きるよりも若いうちに死んだ方が楽じゃないかと。あとはそれを考えているのはそもそも誰である。つまりそれはネルケ少年だと。だけれどもなぜ私は彼である。彼の頭の中で今このことを考えている。考えていると言ってもふっとこの疑問が湧いてきたわけですね。なぜ生きているんだろう。この疑問はそもそもどこから湧いてきたんだろうという、そういう疑問もあったんですね。ここで考えているのはそもそも誰だろうという。人は何のために生きているのか。答えを求めてネルケさんは数学や相対性理論、素粒子論などの科学書、そしてカフカなどの文学書を読みふけりました。転機が訪れたのは16歳の時。座禅サークルを主催していた高校の教師から座禅会に誘われます。最初は興味ないと言ったんですね。座禅してみないかと言われて、いや僕は嫌だと言ったんですね。2、3週間経って再び誘われたんですね。で2度目、いや僕は嫌だと言うと、先生はじゃあ君は今までやったことがあるのかねと言うんですね。いや今までやったことないし、これからも全くやるつもりはないよと言うと、一度もやってみないでなんで嫌だと言えると言われたんですね。でそれには反論できなかったんですね。実際に最初にやったのはただ20分30分ほど座って自分の体を感じながら自分の呼吸を見るというような簡単なものだったんですね。でそこで驚いたのは、私は今まで自分の体をほとんど感じたことがなかった。ところが座禅でまず驚いたのは、姿勢が変われば
気分も変わる。周りの世界まで変わって見える。静かに座っていると普段気づかないいろんな音、鳥の声だったり虫の声だったり、そういうものに初めて気づく。16年間お世話になった呼吸は朝から晩まで呼吸しているのに気づいたことはなかったんですね。ずっと頭の中でしか生きてなかった。君はどこにいるんだいともし聞かれたら、おそらく頭を指してここに私は今考えてますと。もし事故に遭ってこの頭だけを病院に運んで、そこでブラック・ジャックのような天才的なお医者さんが首より下をロボットに変えたとしても、それには何の不都合もないと思ったんですね。ここが私ですから違うんだと。こうして座っているのとこれって同じはずだと思ったんです。脳みそに何の影響もしないはずなのに、こうしているのとこうしているのともう気分からして違うんですね。何を食べるかによってももちろん気分が変わりますし、ずっとこうして一日過ごすのと体を動かして生活するのと違いますね。ただそれを多くの現代人が忘れてしまっているんですね。私は生きる意味を説いたんですけれども、体を感じた、体を発見したというのは生きる意味にはならないんですけれども、むしろ私は今まで本当の意味では生きてこなかったといううっすらとした実感はそこにあったと思いますね。私は今まで頭の中でしか生きてなかったから、生きる意味なんて分かるはずもないじゃないかと。ですから答えにはその時点ではなってないけれども、全く違う方向性というか、今まで視覚になってた部分、世界が見えてきたわけですね。禅への興味を抱いたネルケさんはベルリン自由大学で哲学と日本語を学びました。22歳の時、京都大学へ留学。仏教を学びます。厳しい座禅を求めてたどり着いたのが安泰寺でした。そこは座禅をするだけでなく、掃除や台所仕事など体を使って修行する道場でした。安泰寺では生活の一挙手一投足、すべてが修行であると言われています。例えば食事。死後は厳禁。噛む音を立ててもいけない。出されたものは最後の一滴まで残さずいただくことになっています。
安泰寺での日々は青年ネルケさんにとって驚きの連続だったといいます。私も安泰寺に来て最初に言われたのは、お前が安泰寺を作るんだという一言だったんですね。まだ22歳の留学生がそんなこと言われてもどうやってこのお寺を作れるんだろうと思いましたけれども、22歳のまだ得度していない私という留学生にも、師匠が「お前が安泰寺を作るんだ」と、それを私もみんなに言うんですね。で、弟子入りしてしばらくすると、例えば台所で、毎日ご飯に味噌汁におかずのご飯を作らなければいけない。昼には麺類が出る場合もありますけれども、ある時にうどんの乾麺のいただき物があったので、うどんを作れと言われて、うどんは知らなかったのでスパゲティアルデンテのつもりで作ったら、硬すぎてまずいと後で言われたんですね。次の日はもう少し柔らかくしてやろうと思って30分湯がいたらおかゆになっちゃった。また怒られたんですね。それに対して私は何も料理の勉強しに日本に来たんじゃないと言ったら、師匠は「お前なんかどうでもいい」と怒ったんですね。私は最初びっくりしたんですね。私が安泰寺を作るんだと師匠が言ったのに、私がどうでもいいってどういうことか。お前なんかどうでもいいと言われると納得できないんですね。俺流のうどんを作ったらいいじゃないかと、うどんアルデンテの何が悪いみたいな。私はそもそも料理をするよりも座禅がしたくて日本に来たんだという思いもまた手放して、みんながおいしく食べれるような料理をいかに作れるか、自分の好みなど全く感情に入れないで、私は悟りをつかみたいから来たんじゃなくて、この悟りをも手放して今私に求められているものは何だろうという、それができないのはかぼちゃですね。いつも俺が俺が俺が。自分とは何者か。自分を知りたくて安泰寺にやってきたネルケさん。しかしここでの日々は座禅、掃除、そして畑仕事の繰り返し。自分とは何者か、それを言葉で教えてくれることはありません。安泰寺では月に一度5日摂心と呼ばれる修行が行われます。5日間連続で1日15時間座禅を組みます。ネルケさんの心境に変化が訪れたのはその摂心の時のことでした。5日摂心というのを安泰寺で毎月1日から5日までやるんですね。朝の4時から9時まで1日15時間座ります。無言で、この姿勢で動かないで壁に向かって。で1時間おきに少しだけ金品と言って歩くんですけれども、それが終わるとまた座る。なので足首腰などは痛くなるんですね。頑張れば1日ぐらい辛抱できますけれども、2日目あたりからはもうどうしようもない痛さ、精神的にも追い詰められてます。なんで俺がここで座っているんだろうと。山降りれば街に楽しいことはいっぱい待っているのに、仕事探せば就職もできるんだろうのに、
この山奥で毎月こんな苦痛になぜ耐えなくちゃいけないんだと。で3日目にはもう本当に地獄です。で考えたらまだ真ん中ですね。いつかの真ん中でしかない。このまま行くと本当に死ぬんじゃないかと思ったりしますね。でそういう時はちょっと姿勢を崩したり隠れて時計を見てあと何分だと確認して自分をごまかすわけですけれども、それをやるとやっぱり自分自身に対しての嫌悪感が今度きますよね。できたらちゃんとやりたいけれどもどうしても3日目が限界ですね。である時に師匠にどうしたらいいんだろうかと聞くと、師匠に死ねばいいじゃないか、本堂の裏に墓が開いてるから死ねばいいじゃないかと言われて、じゃあ死んでみようという君の気持ちになった時に、なんだ生きてるんじゃないかと、その瞬間初めて気づいたんですね。生きているということはもちろん最初から分かったことですけれども、先までは死にそうと思ったけれども、じゃあ死んでみようと態度が変わったその瞬間に、でも生きている、今は生きている、で今生かされて生きているこの瞬間に気づいて、むしろこれは奇跡だな、この瞬間が今ここにあるんだ。でどういうわけかそれを無視したというか眼中になかったんだということをその時は反省したというか、悪かったなみたいな。座禅において言えばもう全て手放してもこのまま死ぬんだったら、じゃあこれを最後の座禅にしようと、その思いですかね。で逆にそこで初めて何者かに支えられているんだという安心感を味わうことができたんですね。それまではもう自分の力で頑張って座禅しようと思ったんですけれども、その頑張って座禅しようとしている私が死んで、それでもなお座っている力というか働き、私を超えた働き、それこそ天地いっぱいの我と言ってもいいかもしれない、そういうものに気づくんですね。天地いっぱい、それは安泰寺で代々修行者たちに伝えられている言葉です。山を切り開いて建てられた寺、その周りには野球場ほどの広さの畑があります。キルギスからやってきたボグダンさん、モスクワ大学の大学院で理論物理学を研究していました。畑仕事をするのは初めてです。ドイツからやってきたファビアンさんは原子や分子を扱うナノテクノロジーを大学で学んでいました。修行者たちはさまざまな思いを抱えてここにやってきます。Well, I felt my whole life I had questions which no one could answer, and so I was always looking for someone who could teach me, some place who could teach me. And because I was interested in Buddhism and Zen, and I felt like they have some answers to the questions I have, I decided to come to Antaiji. Main reason why I came here was for Zazen,
to do a lot of zazen. I knew about in 1 year we do 1,800 hours, and I was interested in that, to do a lot of zazen. And I also liked the hatake work and outside working and cooking, so that was like a bonus. I didn't have very healthy body, but well, nobody is, but I was kind of too focused on it and tried to kind of change it with my diet, with some religious practice, quite Hinduistic or quasi-Hinduistic. But eventually I didn't get the effect that I was desired, and more than this, well, I was kind of expecting from these practices to purify my mind, to make me, well, not exactly happy, but at least not bothered with everything that happened around. But on the contrary, they kind of changed my mind to being unhappy with basically everything that I could encounter in society or in the world around me. Or maybe, if not problems, then the ways to be unhappy with these situations. But on the other hand, there is also a way to be happy with the place where you are right now. Maybe that's the main idea that I found in Antaiji.安泰寺の3度の食事には、畑で採れた季節ごとの野菜や周囲の山々の山菜が並びます。この日の昼食はうどんとナスやかぼちゃの天ぷらでした。安泰寺でも、50年前までは京都にあったお寺で、今から45年前にここに移転して初めて自給自足をやりだしたんですね。その当初の安泰寺の住職と、修行僧たちはもちろん都会でも托発しながら修行はできたんですけれども、甘やかされた生活というか、そういう人のお布施で生活するよりも自然に托発して自分が食べるものを、実際に育つその過程に加わる。都会人は、自分が食べている米や野菜はスーパーに買いに行くんですけれども、お金という対価で手に入るんですが、それはどういうふうに育ったか全く実感しないで食べてしまうと思いますけれども、安泰寺ではその対価を払って買うんではなく、自分が自然の中で一緒に育てるというよりも育つというか育ててもらう。野菜と共に自然に育ててもらおうという感覚ですかね。ですから働くことと、食べることを分離させないという、よく生かされて生きるという言葉は使われますけれども、私たちはこの生かされて生きているという実感がなかなか湧かなかったりすると思いますね。自分の力で生きているつもり、俺が働いて金稼いでいるからこそ俺は生きているんだと。でもその働いて稼いでいるという働きを支えているのは何かというと、結局命に生かされているという働きがそこにあって、でも本人は気づいてないんですね。でこういう生活をしていると気づきやすくなると思いますね。自然に生かされている、野菜や米に生かされている、それを自分が育てたと言っても、その作務を可能にしたのも自然の力であると。
普通私たちは労働というものは売ったり買ったりするものだと思っているかもしれないですね。社会人になってサラリーマンになれば自分の労働力を売って会社はそれを買って給料を払うと。そこに手放しというものはないんですね。でまた競争の中で絶えず自分の主張をしなければいけない。会社同士で競争しなければいけない。自然の中ですと最低限のことはしなければいけないけれども、あとはもう手放して自然が育てるに任せるしかないですね。で一生懸命頑張っても育たない年もあれば、ふっと去年そこに捨てたこぼれ種が勝手に実を結んで、こんなとこにかぼちゃ植えた覚えないのに立派なかぼちゃができたりとか、そういう経験もしますね。ですからサムはある意味では自分の手放しでもあるんですね。この日、下の村の漁師さんが罠にかかった鹿を持ってきてくれました。近年山に増え続ける鹿が畑を荒らし苦慮する村人たち。ありがとうございました。本当に駆除した鹿を安泰寺に分けてくれたのです。この命もまた山からの頂き物。いただくからにはせめて肉は貴重なタンパク源として、内臓や骨は畑にまく肥料として無駄にすることなく全て使い切ります。仏教も儒教、道教も今から2500年前インドや中国で始まってますし、キリスト教は2000年前の近東で始まっているわけですけれども、ちょうど都市生活、人間が都市生活を始めて、そして貨幣を使えるようになった時期ですね。つまりお金を出せばその対価として物が買えるようになった、そういう生活スタイル、が確立した頃に、なぜか仏教も起きて、儒教、道教、キリスト教やや遅れて起きているわけですね。でその理由は何かというと、私が思うには、それまでの人たちはみんな安泰寺のような生かされてきている実家の中で生きてて、宗教は特に必要なかったと思いますね。ところが2500年前から人間は社会の中で現実生活しているつもりでも、これは仏教の側から見ててポイント稼ぎゲームをしているような生き方になっちゃったんですね。都会で働いて、そのお金で田舎で育てられた野菜を買う。ライバルと自分とどっちが位が上だろうと、自分の子供と相手の子供どっちが優秀なのかと、そういう比較の中で勝った負けた、稼いだ損したということばかりをやってて、今ここに自分が生かされているんだと、この今ここはそもそも比較できないという一旦ゲームを離れた視点をなくしてしまっているから、宗教が必要になってきたと思いますし、宗教は人間たちが実はゲームしているという自覚をもたらせようとしていると思いますね。そんなに必死に稼ごうと思わなくたってゲームだよ、所詮ゲームだよという、これが仏教の一つのメッセージだと思いますね。
でこの10年20年インターネットができて SNS ができてこれはさらに見えやすくなったというかおそらく一般人もなんとなく気づいていると思いますね。SNS ではもうこれとこれのためいいねと言われるかもうこれをされるかで喜んだり落ち込んだりしてそのために画像をアップしたりツイートしたりして友達が増えたらそれがいいけれども減ったというとなんでどうしてかとそれだけでもなんか下手したら死にたくなるという人もいるんですね。考えたらただの SNS でしかなくバーチャルな世界でしかないんですけれどもそれがもう当たり前になっちゃってるんですね。ですから全くゲームから降りる一服する余裕は現代人にはなくなったんですね。そのために座禅がもともとあってだからこそ今座禅が大事だと思いますね。座禅とは何かと一言で言うとゲームを一服することですね。一遍このゲームから降りてゲームを離れたところから全体を見渡す。ゲームだった得した損したという思いはただバーチャルの世界の中の思いでしかないと。ならばもう少しこのゲームを楽しくする新しいルールはないかとそういうことを考える余裕を与えるのも禅だと思いますね。座りながら何かこう考えてるんですか？いや考えるわけではないんですね。まず今ここ忘れてたこの今ここに戻るんですね。首より下の自分の体に気づいて呼吸に気づいていつもそこにあったけれども聞こえなかった音に気づいて考えるのもやめるというか考えが湧く以前のところに戻ってそして実際に頭に浮かぶものもあるんですけれどもそれを手放しながら流すわけですね。そうするとおのずと今までは考えの中だけでやり取りしていったということが見えてくるんですね。頭の中でポイントを稼いだとかなくしたで落ち込んだばかり言ったので鳥の声とかこの吐く息吸う息すら私は気づかなかったんだというそこから入りますね。だから考え事することは目的じゃないんですね。で今ここに戻ると余裕ができて新しいゲームのルールをことさらに考えるわけでもないしこの心の余裕ができると今までは得しようと勝とうと思ってた人はたまには相手に勝たせてもいいじゃないかというような余裕ができるんですね。例えば親が子供と将棋とか囲碁をやっている時も親までが必死に勝とうと普通思わないんですね。なぜならば親としての余裕があってむしろ子供に勝たせて子供にこのゲームの楽しみを覚えてほしいという我々は普段ライバルとの競争の中でそういう余裕はないんですけれども座禅しているとそういう余裕も生まれてくるんですね。たまに負けたって相手がそれで嬉しかったらじゃあ勝たせてあげようというみんなでやってるんだから結局みんなが最大に楽しめるようなゲームにしようぜという
天地いっぱいの我とか、いろんな言葉ありますけれども、結局今この自分のことですね。つまりこれはそもそも離れることはできないんですね。みんな言っているんですね。ただそれに気づいてない。なぜ気づいてないかというと、比較の中の自分しか見えてないんですね。亀川さんに対する私、誰かに対しての自分、妻に対して自分は夫ですし、子供に対して自分は父親ですし、会社勤めしたら自分は社員になるわけです。で、その中のランク付けなどがあって、もちろんそれも自分は生きているわけですけれども、それは天地いっぱいの我ではないんですね。比較が可能な私ですし、名前もつくし、肩書きもつく。で、天地いっぱいの今ここに、名前のつけようがないんですね。肩書きもないし、説明もできないんです。比較できないんですから。どちらが良くてどちらが悪いとも言えない。そもそもこれしかない唯一のものですね。この天地いっぱいの我は天地いっぱいですから、その外側はないんですね。今ここにあるものすべてが天地いっぱいの我に含まれて、その外に出ることはそもそもできないんですね。私でないものはそもそもない。命という表現もありますけれども、あるいは仏教でいう空、色即是空、空即是色の空も実はそれを指しているんですけれども、ああいう言葉で表すと、自分から離れたなんか見えない世界のようになってしまうんですね。天地いっぱいの私というと、いや今これ聞こえている鳥も天地いっぱいの私の一部だと。今ここに現れているこれですね。安泰寺に来て30年、ネルケさんはかつて抱いた問いを今どのように感じているのでしょうか。幼い時に一体私は何のために生きてるんだろうと思っていたということですけども、今それから何十年か経ってどうでしょうか。一つの何かこう答えというとあれですけども、何かこう腑に落ちるものっていうのはありますか。結論から言うと、生きることに意味はないと思うんですね。自分も死んで孫も死んで、人類はいずれか絶滅するということを考えたら当たり前ですね。ただ意味を求めるのもゲームの中の話ですね。意味なくたっていいじゃないか。むしろその方がホッとするんですね。私は生きることに実は意味ないんだと気づいた時、すごくホッとしたんですね。人生の意味と言ったって所詮概念じゃないですか。それを言葉で表現できたとしても、それは概念の話であって、自分が今生で生きている命ではないんですね。で、生の命の次元においては概念がもう通用しない。意味はもう言葉があって初めて意味ができてしまうんですね。私が今吐いている一呼吸、それにその意味を探したってあるわけがないんですね。次に吸ったって意味はないんですね。自分が生きているこの一瞬の命に意味を求めたってしょうがないんですね。意味があるとか意味がないという概念の世界の手前にありますから。でもそれに気づくと、今ここ自分が生きているこの瞬間を忘れないようにしようと。これをずっと忘れてたから面白くなかったんですね。ずっとこの中で生きてたから。
でも苦しい苦しいとか退屈だと面白くないと言いながらちゃんと息を吐いて息を吸って音も聞こえて世界が見えている。とんでもないことといえばとんでもないことですね。当たり前、普通は当たり前と思うんですね。今ここに世界があるのは当たり前。でも当たり前じゃないんですね。普通に公園の散歩をして鳥の声、虫の声を聞いて、本当は去年死んでもおかしくなかった自分は今ここで鳥の声、虫の声を聞いてるんだという、そういう楽しさですね。当たり前と思ったものは実は当たり前じゃないんだと。今日もちゃんとご飯が食べれる。インスタにアップするほどの変わった料理ではないけれども、ご飯も味噌汁もおかずもついて満腹食べれる、そういう楽しさですね。今年8月、ネルケさんは大きな決断を実行に移しました。20年勤めた道長を譲ることにしたのです。バトンを託されたのは中村恵光さん。病院で助産師をしていました。出産の現場に立ち会う中で、人間に本来与えられている生きる力、それが今損なわれているのではないか、そう考えて安泰寺へやってきました。今年で10年になります。私にとってはちょっと重すぎるのかもしれません。ただもうこうなった以上は、道場、指導者という役は役として引き受けますけど、やはり共に育っていく、今いる若い人たちと共に育っていくっていう姿勢が一番私には合ってるんじゃないかなというふうに思いますので、これまでの10年の修行と同じようにまたこれからも1年2年と積み重ねていく、そういうことかなというふうに思っています。仏教には諸行無常という教えがあります。すべてのものは移り変わって、常なるものは一つもない。あるいは縁起という言葉もありますけれども、すべてのものは関係性の中でしか成り立ってないんですね。状況が変われば自分も変わる。自分が変われば逆に世界が変わるということも言えるんですね。で、変わらないことはそもそも不可能ですね。ですから私が今度山を降りるのも諸行無常の一環ですね。私が自分の意思で決めたこととも言えるんですけれども、縁起に従ってそうなったということも言えると思いますね。ちょうど今立派な弟子も育って、私自身も30年近くここに住んでいるので、そろそろ限界だということも感じて、ならば無理してこの場所にしがみつく必要はない。むしろもう縁に従って縁のある大阪に戻って、ちょうど立派に育った弟子にバトンタッチをする時期じゃないかと。能動的に言えば私が今度降りる。でも受動的に言えばもう縁に触れてこの山を下ろしていただくという表現もできると思いますね。これも諸行無常ですね。私が無理して諸行無常をするんじゃなくて、諸行無常の中で30年間勤めさせていただいて、そして今度はまた違う場所で違う活動をさせていただくということも言えると思いますね。道長を弟子に譲り山を降りるネルケさん。今決めているのは、これからは町の中で
人々と座禅会を開くということだけです。私がこの30年の間何を掴んだかと聞かれれば、何かを掴んだというよりも手放すことを学んだ。それは不幸せよりも幸せの方が誰もいいだと思っているけれども、幸せになりたい幸せになりたいという思いによって今の自分を不幸せにしているんじゃないですか。幸せな日もあれば不幸せな日もあっていいじゃないか、晴れの日もあれば雨の日もあっていいじゃないかと思うと逆に楽になってしまうんですね。でそういうことを学んだわけですから、これから何を求めてますかと聞かれても、いや新しい何かを求めているというよりも手放し続ける。で大都会に行けばそこではまたいろいろ手放さなければいけないというものもあると思いますし、今まではもう田畑から取った新鮮な野菜を食べれたけれども、大都会だとスーパーに行って金を出して買わなくちゃいけない。そこにある新鮮なものがあるというものをまた今度は手放さなくちゃいけないし、大都会では安泰寺でやってきたことはそのままできないわけですから、おのずと違ってくるわけですね。変化してくるはずですし、それを自分の宗教の深まりとも言えるんでしょうね。安泰寺でやってきたことはそのままできない時にしなければいけないこととなると、じゃあそれは何だったのかと、ここでは田畑を耕しましたけれども、それは大都会ではできない。じゃあ大都会でそれに代わるものは何だろうという、これからもそれも私のこれからの修行の一つだと思いますね。はい。